服部犬チャンネルです。今回はかねてよりお伝えしておりましたロボダッチの集いの方に行ってきました。大阪版になります。これ企画した方がね、いろいろ準備していただいたパンチングですね。こんなのありましたね。驚きましたね。10リッターの水がこの中入っててね、立ってるみたいです。そしてね、絵の中にね、青島さんのロボットみたいなのが集いロボということで登場しておりました。それでは会場の様子をお伝えしていきたいと思いますが、入ってすぐはクリスタルボーイさんという方の展示物になっております。完成された模型やコレクションが並べておられました。レーサーロボなんかね、もうかなりレアになったかと思います。クリスタルボーイの知らない世界っていうパネルがいい味が出てますよね。このロボダッチもね、あんま見たことない反則用のフィギュアですかね。そしてこれがプラモデルのガンダスーツの Z と玉五郎になります。オリジナルはこんな感じですね。いいですね。見たことないまたねアイテムがいろいろとございます。こちらは玩具探偵さんのコレクションになりますかね。今真ん中に見えてる銀色の玉五郎はね、なんか型取りしてハンダで作ったらしいですよ。ハンダ流して、すごいですね。トイもこんなの出てたんですね。よしっぺさんという方の展示になりますかね。コレクションになっております。ガマロボなんかもね、トイの方ですね。トイもいろいろあって、フェルトで作ったねロボ10なんかもあったりしました。こういったトイも出てたんですね。宝から出てたんですかね。ロボダッチの基地の方もあります。それから今井版の時の戦艦島のパッケージ置かれてまして、これ主催者のロデオン・ペッパーさんが作られた戦艦島になります。これね、見どころたっぷりですよ。だいぶねきっといじっておられますね。もやしの葉っぱといい、海の状態といい、周りのね、いろんなアイテム全部いじくられてますね。もう作った人じゃないと分かんないかもしれないですけどね、パッケージと元の作品比べていただければもう全然違うものになってます。力がかなり入っておられますね。右端に水中モーターあるの気づきました。あれもね味がある置き方されてましたね。次はねかなりレアなキットなんじゃないかと思うんですけど、カーダッチの一種ですかね。ファンタムとかいうやつですかね。これね、子供の頃はそんなに気にならなかったんですけれど、今これ中身も見てパッケージも見て、完成品ですね。これも見てね、すごく作ってみたくなりましたね。すごくいい味出てます。キットから改造もしておられるっていう話は聞いたんですけれど、なんか味わい深いですね。子供の頃にはこの味が分かんなかったですね。お次は日本丸ですね。これもネットぐらいでしか見たことなかったんですけど、現物と中身初めて見ました。で、船のところ自体はこれ戦艦島と同じ金型使ってるんですね。甲板と船そのものは。で、帆のところはバキュームホームですね。それから同じようなシリーズでエンタープライズっていうのが出てまして、これも中とか、初めて見たんですけど、これも甲板は別ですけど船は同じ流れですね。で Z 基地もいろんなタイプが出ておりました。それからジャンボ基地サーキットですね。2枚のオリジナル版と青島の再販分になりますね。パッケージ青島の再販時にね、このブルーのところの関節大変だったそうですよ。そして壁の方なんですけどね、主催者のロデオン・ペッパーさんが集いをやるためにいろいろねこうやってエピソードこうパネルにして並べておられましたんで、さーっと写しておきますんで、気になる方はね、
止めてじっくり見ていただいていけばよろしいかなとは思います。エピソードの最後になるんですけどね、ウォンテッドでこんなの見たことないですね。私も見たことある方はまたご一報をロデオンさんの方にしてみてください。はい、そしたらね、また展示の方に戻ってくるんですけれど、ワンフェスのディーラーさんやっておられるズラームさんとかね、今市科学さんとか、いろいろこちらに展示されておられました。ロボタッチコインとかね作られたり、こういったね小さなロボタッチいろいろ作っておられます。オリジナルのロボタッチも結構作っておられましたね。はい、お次は松ザッパーさんですかね。松さんと呼んでくださいって言われてたと思うんですけど、はい、その方のこういったね小さなロボタッチがいろいろとあります。オリジナルのものとかね、自作されたものですかね、いろいろあってね、で塗装とかはね、シタデルとか、ボックスなんかで使うパレフォ、あの辺りで塗装されてるっていうお話でした。はい、また別の方になるんですけれど、水中ですかね、水泳卵とかあったり、なんかキラキラしたガマロボとかもあったりね、いろいろとありました。皆さんそれぞれまた違う方々が作ってて、でこちらはトールさんの卵なんかもあります。これオグさんですね、小倉さんのガマロボがあります。この方も YouTube されてるんでね、また、URL 貼っときます。でこちらアロマが一緒に準備されたガマロボです。キャラクター3つをねイメージされたアロマを配合されてました。匂いもね、嗅がしていただいたんですけどね、各キャラクターのイメージがあったかと思います。はい、そしてあとは鳥犬チャンネルのロボダッチのストックですね。これがガサーっといっております。はい、私も戦艦島を持っていきました。ロデオンさんのと比べるとね、普通に作っただけなんですけど、はい、それからナナシーさんの持ってこられたテクテクっていう珍しいキットもあります。小沢先生の写真パネル付きの作例もありました。はい、そして、ロボダッチはねいろんな基地あったんですけど、ベース基地はね結構こう利用しながらいろんなキャラクターの基地を使いながら作ったものになってますっていう展示してました。サンダーバードの基地なんかもね宝島になっちゃったりしてます。はい、こちらはスポンサーのワイオさんが、作成しました模型机ですね。ワイオさんの商品もこの中に含まれてまして、このねロボダッチのこのなんちゅうんですかね、パネルですかね、動いててなんかいいですね。はい、ワイオさんっていうこういう会社さんがスポンサーになっておられます。はい、そういった商品の中ではサンタっていうこういう小さなねディスプレイ台あってね、展示するにねなんかとってもいいんじゃないですかね。でミニパンチングなんかも作りますということです。それからソーラーパネルの LED ですね。いいですね、こういうのあったらね。ジオラマなんか作った時に仕込んだらねいいんじゃないですかね。で LED もこういったキットがいくつか出ております。はい、青、緑、白、赤、いろんな色のタイプがございます。模型に仕込めそうですね、こういったのってね。はい、それからクリップのシリーズもあって、模型作りするときに挟んだりするとね良さそうな感じですね。はい、それからね展示用のディスプレイ台でチルトって言って、チルトってこう斜めにするっていう意味なんで、この斜めにした台に展示物貼り付けるとかっていうそういうことができるみたいです。はい、実はそういったものをいただきました。ワイオさんありがとうございました。
はい、そして自宅に戻ってのストックキットをチェックしたんですけど、ロボダッチ持ってるものはあとこんだけになっちゃいました。2度目のね、集いがあるかどうか分かりませんけど、また作っていきたいと思ってます。ただもうストックこれぐらいになっちゃったんでね、もうできたら青島さん頑張って再販していただけたら嬉しいなとは思っております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。